11時頃来るんだ。11時だから間に合わねえな、普通じゃな。じゃあそれまではお一人でいつも準備されてるの？うん、そうなんだよな。オムライスにつけるから付け合わせに。リックショって山行って帰るとかそういう人多いな。ここは昭和2年から18から82までだからいくつでしょう。計算してください。はいお料理とかはここで覚えたって感じなの？そうそう、送るやってたんだよな。送る人だったから外に出ねえでずっと。でそのお母様に教えてもらって。そう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 。外から見た3階みたいになってるから2階なんだよな。3階の部分を使ってる屋根裏の。それは昔からずっと変わらずあの高さなんですか？そうだな、昭和2年からな。傷んでてどうしようもないんですで、皆さん食べるらしいですよ。でも990万ぐらいと思ったらしい。じゃあもう一息って感じです。もう4000万だからもうまだまだだいな。この始まった頃からいろんなものあったんですか？もっともっと種類があったの。高校卒業して3年修行行ってそれで戻ってきたんだよね。赤坂に。そんで体が悪くなって帰って健康診断にかかって。
兄さんはご家族みんなでずーっとここで住んできたんです。そうそう。俺6人兄弟だよ。俺が一番下だから。で上のお兄さんお姉さんとかは継がれなかったんですか？いや、当てたけど、嫁を行ったり、いろいろで。兄貴は体が悪かったから。家から来てるね。親父が早く死んだもんだから、おふくろが一人でこうやってやってたんだよな。すごいパワフルなお母さんなんですね。そうだよ。92まで生きてたからな。病院に金で自宅でしたね。最後までお仕事されてたんですか？そう。でも、夕方になっても、寝ていいけっつっておいで寝て、起きになってた。いい死に方だいな、それがな。本当はねえ方がいいんだけど、持ち上がんねえんだもん。8ぐらいが増えたけど、こんな後も振れね。振れません。やっぱりオムライスが一番人気なんですか？そうなんね。オムライスでくれるのな。8割方オムライスだよね。お孫さんとお仕事してどうですか？楽しいですよ。何歳までこのお仕事続けたいですか？何歳ですか。それはクエスチョンですな。遊んでるよりいいでしょ、仕事してる方が。そうですね。オムライスさん。少し入れて。それで決まりですね。いいよ。して缶はしようかみたいな。絶対開けられるっていう保証もないんで、まあ、全部でき次第11時ぐらいに開けられたらいいなっていう。この前来てくださった。
うん言ってたね。まああれは実話なんでね、今大変です。修繕が大変ですね。普通の一般建築に比べて、まあ倍までは言わないんですけど、やっぱりその文化財っていう特徴もある。新しく建てちゃった方が安いよってもう言われてる感じですよね。やっぱりその97年間何もしてこなかったっていうのも今痛手になってるっていうのもあるし、まあ、大変だなっていうところでのクラウドファンディングをやるっていうところで、ああいうチャンネルを立ち上げてやらせてはいただいてますけど、良くも悪くもうちここしか1店舗持ってないので。で4000万っていうのは非常にリスキーで、この4000万っていうのも2年前の話なんですよ。ってなると本当はもっとかかるよねってところ、一応2年前に2社から言われてる4000万でとりあえず発信しようかっていうところで4000万円っていう金額にはなっているっていう感じではありますけどね。いろんなコメントをね頂戴してますけどなかなかねっていうところが正直なところ、今まで何やってたんだってみんな本当その通りなんですよねと思いつつも、でも貯めれなかったところがね、経営自体が厳しい時代の方が長かったんで、ねっ
っていう、まあしょうがない。一番手っ取り早いのはもう壊して新しいものをドンって立てた方が、もう誰が考えてもそっちの方が安いでしょって思いますよね。現に言われてますし、大体その費用の半分ぐらいで済むと。やっぱりこれを求めて来てくれてるお客様を背負ってる分ね、それを壊して新しいものをダンって立てたからっていう話になりますよねっていうところ。2つ入って平成16年で登録有形文化財なんですよ。文化財にも2つの種類があって、重要文化財と登録有形文化財っていうものがあるんですよね。で重要文化財だと例えば東京駅とか、もう国がもう先導してこれは守らなきゃいけないよねっていうもの、ここに関しては工事費用とかも、国は補助してくれるんですね。ただこの登録有形文化財に関しては工事費用に対しては国も県も面倒見ないよっていうスタンスではあるので、だからこそ今ちょっとね大変な感じにはなってるなっていうところはありますよね。ありがたいことにね、こういろんな取材をしていただいてるので、だからこそもう前例を残すんだぐらいの気持ちではやってはいるんですけど。主にどんな場所を修繕しなきゃいけない感じなの？ですね、結論から言うと全体的に修繕しなきゃいけないんです。でその中で一番お金がかかるところがこの建物を支えている基礎部分。普通新しい建物だと最初に基礎作るじゃないですか。うちは壊して新しくするわけじゃなくて耐震の補強工事なので部分的にやっていく。だからもう一部屋を壊して基礎まで行ってでその基礎を補強しながら工事をしなきゃいけない。プラスアルファ古すぎて建物が図面がないんですよ。だからこそ図面を作らなきゃいけない。だからこそお金がかかる。で修繕する箇所で言えば、例えばここに関してはもうこんな状況ですよと。壁が崩れててでこれを見てもらうと分かるんだけど、こっちとこっち普通は平行になってなきゃいけない。厚さが違うっておかしいな話なんですよ。ってことはもう建物は斜めってるってことなんですよね。だからその斜めっているものを元の位置に戻さなきゃいけない。だから補強もする、図面も描く、この建物が斜めっているものを持ち上げるっていうのがお金がめちゃめちゃかかるんですよね。そうですね。はい。
学ぶよ人もです。だいね、動けるが楽しいやね。これ寝てるんよりね、動ければね、ありがたいと思いますよ。お店やってて大変なことはそんなに苦になるようなことしてねえから。たまたまほらテレビ取材で来るんで、梅村里だっけ、あの人が来たんだよな。あと山下真司がでたまたま出るっつんで乗っかってみてだから好評なんだよ。それきつついちゃったんだよね。テレビ出て乗っかってなかったっていうのは場合があるじゃない。で歴史っていうのだから最初はうちの親父と姉さんで8型って寄居の8型あれからこっち来て始めたんだよね。兄弟で始めたわけで。その頃は姉さんが帳場やってて、親父が調理場入ってたんだよな。でほらうちのおふくろが長瀞から嫁いでずっとあとは引き継いだつもり。だからずっとね一人やってたからおふくろはな。だから高校卒業してすぐお店入っちゃったんよ。一人でおふくろやってるのに逃げちゃうわけがなかんないついだっていうのをお手伝いしたんだよな。北海道から送ってもらってな、友達に。石のカエルはずっといたいな、昔から。ここほら昔やるんだよね。芸者あげて酒飲ましたりいろいろしたから宴会もやった。だからここは宴会するところだけど、ああいうちっちゃいところは小上がりでなってるんだよね。そっちも当初は使われてた？そうそう、みんな使われた。俺なんか昔ちっちゃい頃はこの下にいたんで、今ほら玄関があるじゃない。こっちに6畳間があったんよ。ほいでそこへみんな子供いたんだよな。じゃあいろいろ改築はしてたんですか？改築方が一回しただけだよね。昔の方が良かったんだろうな。そんなになるとね。昔のものが入り口でちゃんとなってて。はい、どうも。ありがとうございました。祖父の弱っている姿、これを実際に目の当たりにしつつ、やっぱりどうしてもこの歴史観、100年続いているっていうものを後世に残したいという思いが強くなり始めたっていうのがきっかけです。頭の片隅にはあったんですよ。シングルマザーで結構母方の実家ではあるんですが、幼少期からですねパリー食堂にいる時間が非常に長かったっていうのはありまして、パリー食堂ってどうなるんだろう今後みたいなことで、やりたいなとは思いつつも、どうしてもね大きくなればなるほどここ店を継ぐっていうよりも自分の店を持ちたいっていう気持ちが強くなってたっていうのがあります。実際やっぱりやってみると長年のお客様本当に愛されてきた食堂なんだなと思いつつも、現実の問題、その耐震の話は非常に大変なところではあります。はい。秩父を引っ張れるような存在にはなりたいなとは思います。はい。仲は良かったです。本当に幼少期はいろんなところに連れてってもらったり、本当店の合間に市場に行ったりとか、そういう思い出はありますね。本当、たくさんの思い出が詰まってます。はい。絶飯ロードっていうシーズン1の7話目でパリー食堂でやっていただいてて、もうそれが本当にドンピシャのストーリーが、幼少期オムライスを作ってくれるおじいちゃんと、それを実際に食べてた孫みたいな、本当ストーリーがねそのまんまだなと思いますね。普通に楽しくお食事をして、でプラスアルファちょっとイベントごとじゃないですけど、例えばクリスマスの時期だとクリスマスツリーを松ぼっくりで作ったり、そういうことをやってるんですよね。そうですね、やっぱり社会貢献の一環でもあるし、今までパリー食堂ってそういう還元を
あんまりしてこなかったなって個人的には思ってたので、なんかどこかで地域の還元につながるようなことをしたいっていうところで始めたのがきっかけです。大きなところだとランドセルの寄贈があって20個かな、株式会社イトヨカドからランドセルの寄贈があって、それを今これから配る最中です。新1年生に届けられればいいなっていうところですね。これはコロッケの種の部分ですね。これで130ぐらいかな。オープンまでには全部上がるんですか？いや、上がらないですね。いいとこ聞きましたね。10時から上げ始めなんですよ。来てる町のお客さんなんかは来てから、事前に注文してくれる人もいれば、来てから上げといてって言っていなくなっちゃう人もいるし。後で取りに来るっていう感じなんですね。そうですね。社長が配達し始めてるんで。配達されるんですか？そうですね。この時間は学校と保育園とでもう少し後の時間になると病院とかの納品があると思います。小学校とかには給食みたいなそうですね。毎日必ず20行くわけじゃないんですけど。真面目に香りと湯気はグッですね、うちは。湯気と香りですごい人が来る感じだったんで、よかったんですけど、こっちも火を使うんで、3箇所で火使うんですよ。もう本当にあそこの温度計が50度ぐらいになるんで、その中でそことそこのエアコン使ってるんですけど、全然。精肉の方はエアコン効いてるんですけど、こっちは暑さに強いスタッフがいます。なるほど。これ20キロですね、じゃがいも。あとお湯を入れるので、よかったらこちらへどうぞ。隣でやってた八百屋さんがあって、そこの八百屋さんに信頼してるんで、大体その日市場にあるもので良さそうなやつを持ってきてもらってるっていう感じです。赤土のやつが来ることもあれば、今日なんかは普通に北海道の男爵だったりするんですけど、品種によってしたら味っていうかちょっと変わってきじたりするんですか？ゃがいもの感じは若干変わりますかね。結構味整えちゃうんで、そんなに味は差がないですかね。この時間はだいたいガンガンに音楽をかけてひたすら仕込みをしてます。歌いながらやってるんで。そうなんですね。そうですね。お外に聞こえてそうですね。サザン聞くのが一番多くて、このお店の中でもサザンのファンクラブに入ってる人間が、1、2、3、4、4人いるかな。サザン、ビーズ、ドリカム、最近のだとそのグリーンとかセカオワにも行くし、あとミセスグリーンアップル、音楽のなんかそういうが一番ストレス発散になるかなっていう。パートさんも8時45分に来てから夜の8時9時までいるんですよ。ほぼほぼ毎日いるんで、その代わり例えばそれぞれの子供に何かあった時とか体調が悪い時とかもそうなんですけど、申告してくれれば無条件で休んでもらえるっていう条件でやってて、やっぱりちょっと働く環境みたいなのを整えないと、残った人たちでできることをやろうっていう、その日の仕事は。だから例えば一番多いのはライブに行きたいんで休ませてくださいとか、ライブに行きたいんで早上がりしたいですとかっていう場合はもう全員がライブだったらしょうがないって言って行かせることにしてるんで、今15、6人いるんですけど、みんなで行く時もあるし、それぞれ別々で全然行く時もあるんで、いろいろなんですけど。人件費もすごい。
いろいろとやってるんで。これ冷凍で持ってきてます。はい、わかりました。で、自分でラーメン屋をやろうと思ったんですよ。やろうと思ってて、お肉のコネクションが欲しいんで、ここに入れてくださいって言って入ったんですけど、後で男の人がどんどん辞めていっちゃって、最後、俺と店長だけになったのかな。辞めづらくなっちゃって、でそのままやって15年いるんで、まあ、もう辞めないと思うんですけど、辞めないと思う以上は潰れたら困るんですよ。仕事が楽しかったのと、決定的な理由は、まあ、本人にはそういうのを照れくさいに言ってないですけど、まあ、やったら売り上げ伸びると思うんですけどどうですかって言った時にやってみたらって言ってくれてやって、まあ、実際数字が伸びて楽しくなったっていうのが一番ですかね、思いがけない数字いった時はさすがにハイタッチしましたけどね、スタッフとチャレンジしないと結果出ないと思うんで、これでいいやって思ったらそこで多分終わりだと思うんですよね。こんな体してるのにハンバーグを揚げたメンチカツとかがあんまり得意じゃなくてお店のだと何が好きなんですか？チーズはんぺんとかエビカツとかをよく食べますね。気持ちとしてはお客さんにたくさん来てほしいし、うちみたいなお店の大前提はリピーターがいなかったら潰れるんですよ、いわゆる一元さんだけで持つお店ではないし、美味しかったからまた行こうって、まあディズニーランドとかと規模は全然違うけど一緒っすよね。楽しかったからまた行こうとか美味しかったらまた行こうって思ってくれる人がいるからお店がなんとかつなげるわけで、今からこれ一応これをここにザパンするんで、はい、やけどしないようにしておいてください。ありがとうございます。もう味入れるのはこれで終わりで、あとはちゃんと冷まして型取ってっていう感じですかね。わざわざ穴開けてるのは後で冷やすときにちょっとでも中に冷気が回るようにしてるだけなんで、こっちはいいなぁ。
豚バラなんですけど、まあ、前日までに巻いたものをこの中に入れて。沸騰までに30分ぐらいで、沸騰してから弱火にして1時間とかですかね。昔はなんか余った肉でチャーシュー作ってたんですけど、今チャーシュー用に豚バラ仕入れて、これ俺が来た時からあるごぼう巻きなんですけど、醤油で煮しめたごぼうが入ってます。1日6本しかできないんですけど、これだけは。でも早ければ午前中のもう早い時間になくなっちゃうんで。だけの話で。よろしくお願いします。いきなりで悪いんだけど、あれだ。ワイン水って流すわ。これ照り焼きのタレです。なんか金払ってるっていう年金のかなんか。今8キロ。1回目は8キロ分やります。2回目もあるんです。あまりにも早く減っちゃったら、またお昼ぐらいに5合分みたいな感じで焼きます。5分ぐらいでやるかい。これで漬け込む感じです。うちで味のついてる商品すべてを作ってます。細かいところのさっき入れてた調味料のグラム数とかも全部彼女が。だからまあ売れてるのの味を作ってる人。それ入れても大丈夫ですけど、彼女がかかったらまあない。いや、もう大丈夫です。みんな分かってるから。マンツーでやってると声が震えてくるわけ。ちょっとこうプルプルし始めるから緊張してさ。わかりました。下見に大丈夫。はい、わかりました。何してんだよ。そう。タックルベリー。あれお前バカにすんなよタックルベリー。俺が一番合ってるじゃん病院とかで。だからだよね。なんなのありがとね。ありがとう貯金しとくわ。これ今レジ合わなくなっちゃうからさ。じゃあちょっと。そろそろ破綻しましょう。オープンまであと1時間切ってますよ。やばい、一番押してる俺だ。こんなに頑張ってるのに一番押してる。急いで。あ、お願いします。今急ぎますから。ごめんね、やるって言わないでやり始めちゃったんや。大丈夫ですよ。ありがとうございます。何誰？動画？いや違う。言ってくんないと動画撮っちゃうから。またコロッケおじさんとして。おじさん並みのなんか覚悟して書いてみたいな。お前がほらこの間言った湘南や。これで休みの日なんかは全部自分で。
照り焼き以外に味があってその日によって出るものが違うんですけど、今日は山賊焼きとあとソルト焼き、いやもうすでに香りがすごい、うん、黒胡椒がちょっと効いててピリッとする感じです。そうだね。こっちがソルト。ソルト。はい。ちっちゃい子版みたいな。それにしか見えなかったし。でしょ？だってさ、例えばドラクエとかさ、やっぱ増幅できるじゃん。でもすげえ進めなみたいな武器があったら、金で100円なんて考えちゃうよ。いやいや、なんねよ。でもやめちゃったからな。しか出てこないって、家のテレビと連動してっから。助かる。袋はいる。上にかけたやつはどういう味なんですか？焼肉のタレみたいな。なるほど。わかりやすく。でも美味しいですよ。ちょっとピリ辛系になるんですか？これはね、ピリ辛じゃないですね。甘い？どちらかというとね。美味しそう。10時ぐらいから揚げ始めるんで。はい、お願いします。橙色とかと同じぐらい言わないと思うんだろう。色色。この2人が中学の同級生なの？当時から仲良かったんですか？途中から仲良く。途中からあ、じゃあもう本当に友達歴長いですね。長いです。私が働いてて、クリスマスの手伝いで呼んだんです。ただね、帰ることなく。帰ることにしいいお小遣い程度だったの。今じゃもう戦力で辞めるに辞めれないみたいな。20年ぐらいになります。もともと病院給食やってて、結婚して辞めたんですけど、でバイトでここ入って、なんか辞めるタイミングを逃してみたいな。でも楽しそうに働かれてます。今はね、楽しんで。はい。
研究会しかしてないのか。やってやるよ。どれくらいの大きさの？これくらいの大きさ。もうちょっとちっちゃい。これでいい。最初からやっとくみたいな感じです。大丈夫です。427円です。はい、じゃあ。どれでも好きなんで。ありがとうございます。ありがとうございます。こっちは160、こっちは175です。これはハムカツです。大きいですね。これが大人気です。
りがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます全く別のやつで茶橋の一品っていうのに選んでもらってる区民投票とかで選ばれたやつがこっちになります。こっちはね豚バラで醤油とかネギとか生姜の味で、こっちは紹興酒と醤油だけです。塩とか胡椒も使ってないんで。お願いします。これね、チキンスペアリブですね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。あれ。まだかぼちゃ届いてないんだ。かけるだけですよ。今かけたの何ですか？これ梅じそ。通りですごいいい香りでした。夏はこの作業は地獄です。これは地獄ですね。すごい汗出そうですね。そうなんですよ。夏はなんか対策してることとかあるんですか？暑さ対策。ないです。水分を取る。あとはひたすら耐えるみたいな。入る。いらっしゃいませ。3種類2枚ずつ。チャーシューが欲しいね。チャーシューはどれにしますか？がついたと欲しい。終わったから。あ、これが欲しい。あとは大丈夫ですか？もう1個もらう。これ角煮みたいで美味しそう。はい。ありがとうございます。はい、
すいません。ありがとうございます。何百回いるのわかんないです。うちの人が大体来てることが多いので、毎週来るってわけじゃないんですけど、私自身は月に10回ぐらいは来てる感じですかね。自分で買いに来ないのを含めると食べる回数的にはもっと多いって感じ。そうですね。ほぼ日々食べてる感じですかね。ここは照り焼きチキンのシリーズっていうのがあるんですけど、いつもこの味を3種類ぐらい出していただいてるので、ちょっと今日選べなくて3種類とも2枚ずつ買いました。特に好きなのは何かあ特にりますか？好きな味は最強味噌っていう味噌に漬け込んだやつがあるんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。肉の味がそもそも美味しくて、で自分でそのチキンを照り焼きにするより照り焼きチキンを買った方が美味しくて、もう通っちゃいます。あと何種類ぐらいあげるんですこれ何種類だろう。何種類あるっけ。か？まだまだって感じです。まだまだ。こうやって揚げてっても売れちゃうので、また揚げ直し。揚げ方すぐ食べれちゃうってことですよね。そうですね。どうぞ。はい。2つ。550円です。どうぞ。コロッケあります。コロッケ4個と。一番人気のチャーシューも出来たてです。いらっしゃいどうぞ。チャーシューに豚のスペアリブ焼きたてです。まあ結構な数お客さんいてくれてるんで、ありがたい限りです。ずっとこうやって声を張り上げたまま。そうですね、声出すのしか特技がないんで、一日やってても全然大丈夫です。やってる日は休憩の時以外はだいたい一日ずっと立ってる感じですかね。夜の7時で火止めるんで、そこまでは呼び込みしてる感じです。自分で自認してる感じで声が通るのと、この会社数字伸びるんじゃないかなっていうふうに思って、もっと売り上げ伸ばせると思うんですけど、やっていいですかって言ったら、今の社長がやってみたらいいよって言ってくれて、それで数字が実際伸びたんで。はい、いらっしゃいいらっしゃい、いらっしゃいどうぞ。いらっしゃいませ。はい。どうぞ。酒井さんはここで働いて何年ぐらいですか？何年だ、14年ぐらいかな。働いててどういう時が楽しいですか？楽しいの朝のおしゃべりです。ありがとうございます。もうそれで疲れちゃうので、一日。開店前に開店前にもう疲れてますね。
300円のお返しとよろしいです。ありがとうございます。100グラムなんてどれぐらいですか。2個で100。2個。じゃあ10個くらい。10個。はい。ありがとうございます。コロッケ2つとアジフライ1つ。アジフライ1つ。はい。777円です。ありがとうございます。さあ、いらっしゃいませ。はい。はい。4番でお呼びしますのでお待ちください。チーズはんぺん追加でお願いします。はい、承知しました。216円になります。300円からでいいですか。はい。はい、すいません。302円です。コロッケ揚げたてなので熱いので気をつけて。ありがとうございます。それではお預かりします。ありがとうございます。これいいですか。これとあとどうしますか。イカフライ1つ。はい。それでいいです。唐揚げできました。そうですね。お時間いただければ上がる。8ぐらいまだ上がる？いや、5分で上がります。ありがとうございます。はい、どうぞ。ヒレカツ2枚と、はい。コロッケを4つ。うちが近いので週1ぐらいはやっぱりコロッケとメンチが定番みたいで、あとお嫁に来た娘たちもうちに来ると必ず買って帰るんですけど、やっぱその時によると気分で違うみたいです。でもコロッケは必ず買いますね。ここに通いたくなっちゃう理由ってありますか？そうですね、やっぱ揚げたてが食べられることと味が変わらなくいつも出てきますのでね。あとお店の方もいい方なのでお昼にね食べます。はい。また来てくれるお客様がたくさんいて営業できてるお店なんで、一番はやっぱり顔なじみの人が増えていくのが一番いいですからね。その人の好みとかが分かってくると、今日は何売ってるよとかそういう会話もできるし、お客さんと会話をして商品を買ってもらうっていうのが一番の楽しみですからね。めっちゃうまそう。すいません。まあこれは。バッチリです。やつじゃなくからさ。
んな変わってたんだ。そんな怖かったのかなって思っちゃったよ。普通だと思う。今何作ってるの？これは唐揚げのつけだれのピリ辛マヨ。こっち入って。わかりました。はい、すみません。中川さん。あ、そう。小林さん。はおろしポン酢の大根おろしをするときに。黒ね、もう出ないんだよね。あ、もう出ないのこれ。うん。ちょっと一個遊びで書いてみる。はい、全然いいじゃん。はーい。ぽいですか？ぽいです。やっぱマーカーの方がいいよ。野菜とか切ってようかな。トマトソース。あ、トマトソース。はい。一番おしゃれなポイントだな。基本的に厨房に立てるのはお一人ですか？あ、そうなんです。じゃあ他のお姉さんたちはみんなホールってことそうなんです。洗い物とか、あと今日は新人さんがいるんで、はいちょっと人数が多いんですけれど、ただそんなお姉さんたちも調理場手伝ってくれるんですよ。ご飯をもよそってくれたりとか。やっぱ一人だと限界があって、お姉さんたちがすごいこうご飯をよそってくれたりとか唐揚げをよそってくれたりするんで、お客さんも女性が持ってくれた方が嬉しいだろうって助けてって言うと助けてくれるんで頼りになるアルバイトさんたちです。やっぱそのお昼は唐揚げがもうメインでって感じ？そうですね、唐揚げやっぱメインでこう出ていっちゃうんで、鶏肉がすごいなくなりやすいんですよ。大体1日で何キロぐらい使うんですか？何キロなんですかね、1キロ10近く。そうです、多分昼夜合わせて10キロぐらいは出ちゃうと思うんですけど、それをメインにやってるんで、どうしてもだから出てほしいと思いながらも、やっぱいろいろ物価高でいろいろ抑えてほしいっていう声とかも上の方から言われてて、そんな中やっぱこれをメインにしてるからこそどうしようかなっていう難しいところです。でも減らしたらお客様ってやっぱり分かるじゃないですか。だからこう減らすに減らせないし、だから大盛りのお店とかすごいきついんじゃないかなっていつも思いながらやってはいるんですけれど。つけだれって何種類あるんですか？つけだれが4種類今あるんですが、おろしポン酢とピリ辛のマヨソースと、あと塩だれレモンとバジルソースがあります。どれが一番人気とかあるんですか？なんか暑いとやっぱおろしポン酢が出るんですよ。おろしポン酢とか塩だれレモンとかが出るんですけれど、
なんかやっぱピリ辛マヨソースとかが主なんですが、なんか外国の方のお客様とかすごいバジルソースとか好んで召し上がっていただけて、意外に確かに唐揚げにバジルソースってイメージがわかんないですよね。なんかそのバジルソースとあとシーザードレッシングの、まあそのドレッシングを割って、あとレモンのコンクで少し味付けをさっぱりした感じにすると、バジル感もありながらシーザーのまったりした感じと、でももっさりしない感じなんですよ。レモンが入ってるんで、それが唐揚げの脂っこさを打ち消してくれるというか、好んで食べてくれる方にはハマるというか、刺さるというか。ありがとうございます。入ってます。やっぱこの辺の会社の方々とか来ていただいてるみたいで、時間帯がやっぱ休憩の時間帯が被るのか、一瞬のピークはすごいんですよ。ガラガラだったのが一瞬に満席とか、なんかちょっとこっち向きでこう唐揚げを揚げたりとか作業をしてて、パッて後ろ向いたらもう満席とか、あれってでもやっぱ待っていただいてるんで、早く作んなきゃとか、やっぱサラリーマンの方の休憩時間を費やして来ていただいてるんで、うまく早く量が多いっていうものをちょっと意識してはいます。これはバイトの子がブニャブニャだからって言って焼かされてるんです。朝ごはんに買ってきたものを焼かされてるんです。ジュリア、できたよ。かわいい。干からびてる。今度足りなかったらやっぱあれだね。自分が狙われてるの忘れてる。だいたい3から4。3から4ですね。100何人とか行っちゃうと、4回炊きますね。あ、聞いてない。っていうトラブルもあるんですよね。っていうトラブルもあるんですよ。あ、じゃあそのそれちょうだい。繰り返す。大丈夫。大丈夫だから。大丈夫。失敗したからこそ成功できるんだって。はい。挑戦は大事です。そう。あ、これじゃね。オッケー。なんか使ってる。できた。はい。醤油のベースの味なんですけれど、あとニンニクとか生姜とかが入ってますね。
はいよ。お待たせしました。唐揚げ定食、大盛りのバジルシーターです。あ、全部上がってるよ。できたから。12時半から1時ぐらいがピークなのと、で1時半から小さいピークがあるっていう感じです、朝の時点で20人ぐらい並ばれてたりとかして、なるべく行列は作らないように待っても6名様ぐらいが入り口のところで待ってるぐらいで、なるべく回転させてる状態です。夜では麻婆豆腐の素で使ってるものなんです。それを夜麻婆豆腐だけに使ってるのはもったいないなと思って、そしたらなんかビビンバいいんじゃないってみんな言ってくれて、じゃあやってみようか。いらっしゃいませ。エビマヨちゃんに関しては食べた後に余裕でラーメン食べて帰ろうって言って買い物行ってる最中にラーメンすすってるエビマヨちゃん見たんですよ。クソっと思って。それってどれぐらいの量なんですか？なんか米1キロ、唐揚げ1.5キロで2.5キロなんですけれど、なんか全然余裕だって言ってて。で篠研さんとかにもいろいろ聞いて、カレーとかどうですかねって言ったら、いやカレーは余裕だと思いますよなんか8とか5とかいっちゃうんじゃないですかって言われて、あとエビマヨちゃんのメニューを作らなきゃいけないんですけど、ゴリゴリお肉だらけでタルタルドンみたいな進むのが遅くなるようなメニューは作ってあるんですけれど、いつかこれをエビマヨちゃんが見てくれたらいいですね。そしたらまたそうです、もうチャレンジします。もう絶対負けない参りましたって言わせたいです。掃除量はなんかやっぱクリアできないとなんかあれじゃないですか、クリアできるかできないかぐらいでやっぱ 3.5 ぐらいでしようかなと思って。でそのメニューで勝負するって感じですか？そうです。美味しいし、食べれそうなのに食べれないを目指したいんです。めちゃめちゃいいですね。だからやっぱ難しそうです。ありがとうございます。50円の釣りです。ありがとうございます。はいよ。はいよ。
こだわり、そうですね、僕そんなどっかのお店で何年修行したとか、全然そんなんじゃないんですよ。ズブの素人なんで、こだわりとか出せるかなってずっと悩んでたんですよ。なので僕は愛ですかね。お客様もそうですし、食べ物もそうですし、やっぱできるだけ待たせたくないとかもありますし、早く席に出てきて、でたくさん食べていただいて美味しかったって思ってもらって、なんかお昼もお仕事頑張ってもらえたらいいなとか、なんかそういう愛ですかね。あとはなんかあれですかね、できればお袋の味とか出せたらいいなっていうぐらいの、どこか懐かしい味とかお願いします。唐揚げカレーです。うわ、やばっ、早く。うわ、めっちゃうまそう。じゃあいただきます。いただきます。うわ、これ衣サクサク。冗談抜きで美味しいですか？美味しいですか？すいません。あれかいな。はい。じゃあいただきます。どうだし。コシと弾力がすごいです。ごまの味付けももうバッチリです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと餃子が夜メニューにあるんですけれど、手包みなんですよ。だからちょっとその時間がかかるんで、キャベツと、あと玉ねぎとってあとニラが入ってるんですけれど、やっぱそのまま包んじゃうと、お水がどうしても出ちゃってあんが緩くなっちゃったりするんですよ。だからちょっと一回塩で揉んで、水をちょっと抜いてから包んでる風にはしてます。ありがとうございます。お姉さんおすすめは何ですか？私は塩だれ。あ、塩だれ。はい、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんよかったら日向彼方に来てたくさんご飯を食べてください。そして夜もお待ちしてます。一緒に乾杯しましょう。